こんにちは、月島です。今回は Nintendo Switch Online のファミリーについて考えてみたいと思います。目次です。ファミリーとは、ファミリーの作り方、ファミリーへの招待方法、ファミリーの統合、最後にまとめと次回予告です。それではファミリーについて見ていきたいと思います。Nintendo Switch Online には1人用の個人プランと最大8人まで利用できるファミリープランがあります。ファミリーに招待すればメンバー全員が Nintendo Switch Online のサービスを利用できるようになります。利用者が1人の場合は個人プランに加入で良いのですが、2人以上の場合はファミリープランを利用した方がお得になります。しかも最大8人まででファミリーを作ることができますので、人数が多い方が1人当たりの利用料は安くなります。では、ファミリーを作るためにはどうしたらいいのか見ていきたいと思います。前回の動画の流れで父、母、子供の3人家族で考えていきたいと思います。父の Nintendo アカウントはすでにあり、父のユーザーと連携しています。ですので、母の Nintendo アカウントを新規で作成し、そのアカウントと母のユーザーを連携します。Nintendo アカウントを作成するにはメールアドレスが必要です。そして今回の場合は父を管理者として父がファミリープランの利用権を購入します。ファミリーの管理者は18歳以上である必要があります。ファミリーのメンバーは最大で8人まで登録できますので、ファミリーに母を招待するといった形になります。次はファミリーに招待する方法について見ていきたいと思います。ファミリーへ母を招待するには、パソコンかスマートフォンでアカウントにログインし、ファミリーの項目からメンバーを追加するを選択します。ファミリーに招待するを選ぶと、メールアドレスを入力する画面になりますので、母のメールアドレスを入力して送信します。母が同意するとファミリーに加えることができます。また、ファミリーに12歳以下の子供を加える場合は、子供アカウントを作成します。以上が招待方法とルールになります。また、ファミリーを組んだ Nintendo アカウントは別のファミリーに移動することができます。ですので、友人同士でファミリーを作ることも可能です。次は、ファミリーの統合について見ていきたいと思います。複数のファミリーを一つに統合することが可能です。統合には3つのパターンがあります。1、一般の Nintendo アカウントのみを統合する場合。2、子供アカウントが含まれるファミリーを統合する場合。3、子供アカウントの移行のみを行う場合。一つずつ見ていきたいと思います。1番のケースはファミリー A に一般のアカウントが2人。ファミリー B に一般のアカウントが2人所属していて、ファミリー A がファミリー B に移る場合を考えます。まず、ファミリー A の管理者がアカウント設定を操作してメンバーがファミリー A から抜けます。ちなみに、ファミリーから抜けたい人は自分のアカウントを操作して自分から抜けることも可能です。その後、ファミリー B の管理者から招待メールをもらいます。メールは必ず Nintendo アカウントに登録済みのアドレスを使用します。招待メールをもらった側はファミリー B に入るを選択することでファミリー B に入ることができます。ファミリー A のメンバーで自動継続購入が有効になっている場合は更新停止の手続きをするなど個々でよく確認が必要です。17歳以下の場合は自動継続購入が無効になります。その後、ファミリー A の一般アカウントにファミリー B の管理者が招待メールを送り、承諾をすることでファミリーの統合が完了します。子供アカウントが含まれるファミリー A とファミリー B を統合する場合に事前に確認しておくことが3つあります。移行先のファミリーの管理者が18歳以上であること。
移行元、移行先のファミリーが共に管理者の国設定が同一であること、移行元ファミリーに削除申請中の子どもアカウントがいないこと、以上が問題ない場合に操作を行います。まず、ファミリー A の管理者がアカウントの他のファミリーに移すページにアクセスします。子どもアカウントを選択して、ファミリー B の管理者のメールアドレスを入力します。ファミリー B の管理者が子どもアカウントの管理を引き受ける操作をすると、ファミリー A の子どもアカウントがファミリー B に移行します。その後、ファミリー A の一般アカウントにファミリー B の管理者が招待メールを送り、承諾をすることでファミリーの統合が完了します。子どもアカウントの移行のみを行う場合、先ほどの2番の確認と操作をして子どもアカウントのみを移行することが可能です。次はまとめと次回予告です。やはり任天堂スイッチでゲームを楽しむためには任天堂スイッチオンラインへの加入は必要になってくると思います。ただ有料で安くはありませんので、複数人いる場合はファミリーを組んでしまった方がお得になります。料金は2人だとそれほどお得感はありませんが、3人目以降からはお得になってくる感じです。次回は任天堂スイッチの見守り設定と子供アカウントについて見ていきたいと思います。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。